はい、こんにちは。インスタライブとですね、YouTube ライブ、今日もですね、同時進行でやらせていただきます。今回はこちらの、テトラポーチですね。先月のライブの時にですね、ファスナーをやりたいというリクエストと、あとコロンとした形っていう風に言われて、何がいいかなって思って平面のものも一つ作ったんですけど、こういうね平面のタイプも作ったんですけど、平面のタイプよりはちょっと立体にした感じの方がいいかなと思って、こんな風に今回はしてみました。これとこれって実は同じサイズで作れるファスナーポーチなんですよ。縫い方を変えるだけでこういう風にちょっとコロンとした形になるかなっていうふうに思っていて、なんかそういうところを紹介できたらいいなと思って、今回はラミネート生地で1枚で作る方法を紹介させていただきます。多分ねこれもねバネポーチと同じぐらい結構すぐにできてしまうので、比較的簡単なので、あとねじゃあ3分ぐらいお話ししたいと思います。皆様にご報告がございます。チャンネル登録者数がですね10万人達成をいたしました。ありがとうございます。これもですね、ひとえに皆様の応援のおかげなので本当にありがたく感じております。ありがとうございます。私がね YouTube を始めたのはですね、結構前ではあったんですけど、マスクがね最初 YouTube の中で動画編集ができてた頃があったんですよ。今は全くできないですけど、その時にマスクの動画、平面マスクのね簡単なものを作ったのがきっかけで YouTube を始めました。でもそこからですね、全く動画の編集があまりにも大変だっていうことですぐに挫折して、もう全くやらない状態だったんですけど、2019年あたりから生徒さん向けにですね、講習の補足としてちょっとこういうワンポイントのところだけ紹介しようということで、ちょっとずつ紹介してたのがきっかけなんですけれども、でその後ですね本格的に始めたのが2020年の皆様ご存知のコロナになってですね、マスクをインスタの方で紹介するようになってから、結構動画の要望が多かったので、ようやくですね YouTube の方を本格的に始めるようになったんですね。なので、そこで結構本気でやろうと思ってマスクばっかりを上げてた頃がありました。でも私は本当はバッグとか布小物を作る作家として活動してるのに、マスクばっかりになって、次にこういうねポーチとか紹介するタイミングが本当になくって難しかったんですけれども、少しずつですねこういうふうにインスタライブとかやらさせていただいて、そういう中で皆様がだんだん少しずつマスクじゃなくってもうちょっと簡単に作れるポーチとか家庭用ミシン使えるようになりたいとか、そういう違う方面の要望が増えてきたことで、私が皆様に役立つ内容をお届けできればという感じで YouTube の方を本格的に始めさせていただいたんですね。もうやるからにはね目標を決めて10万人ということで盾がねいただけるんですよ。 YouTube から皆さん見たことあると思うんですけど、銀のね盾がいただけるそうなので、やっぱりご褒美がいただけるところまでは頑張ろうと思って、今日までやってきました。今日で終わるわけじゃないですけどでも一区切りということで本当にありがとうございます。はい、これからはですねこういうふうにライブとかもやりながら皆様とつながりをもっともっと深めてですね楽しく、過ごせたらと思っておりますので、はい、今後ともよろしくお願いします。あとねもう一点ね、年中手芸部のことに関しましてですね、前回ライブの方アーカイブ残ってるのがメンバー様だけなんですけれども、年中手芸部のことに関してちょっと触れさせていただきました。どうしてできないかという深い内容はメンバー様の方に動画の方で紹介しているので、今ここでは言葉でしかお伝えできないんですけれども、しばらくですね休部させていただこうということを MC スクエア様にもご相談をさせていただきました。本来であれば春の時にですね年中手芸部の活動をしたかったんですけれども、ちょっといろいろ事情がありまして、で取り組みたいこともあるのでたくさんを一気にはできない年齢になってまいりましてですね、少しお待ちいただいてちょっと休部という形を取らせていただくことになりました。なのでね楽しみにしててくださってる方には本当にね申し訳ないんですけれども、そのような経緯がございましてですね、まだ告知ができていない状態です。また再開の時はお知らせをしたいと思いますので、その時は一緒にまた手作り楽しんでいただけたらと思います。こういうふうに YouTube のこういう形でもできるのでそういう形でちょっと代替を
させていただこうと思っております。申し訳ございませんが、そのような感じでご理解いただけますと幸いでございます。なので頑張ってね、毎月やりたいなとは思っておりますが、もしかしたら休日じゃなくて平日にやるっていうこともあるかもしれないので、アーカイブの方ご覧いただけたらと思います。あともう一つあった、ミルームのオンライン講座の方もですね、同じように春の講座のご準備が毎年ねしていたんですけれども、できなくなりました。で、今のところまだ何も予定を立てていないので、ミルームのオンライン講座の方も新規講座の方はストップしております。じゃあ早速始めたいと思います。そしたら早速ですね、ファスナー一緒にやられる方はファスナー押さえに変えてみてください。職業用ミシンはね、こういう風にこういうね、家庭用ミシンでもこういうのついてると思うんですけれども、肩押さえというものがあります。これでスライドさせて動かせるようになるんですね、押さえの位置が。まず、ファスナーをこう合わせるんですけれども、サイズは今回12センチのファスナーを使います。最初の縫い始めをどういう風にするかっていうところなんですけれども、ここの最初の部分を三角に折っていきます。2つに折ってこう折り上げるという方法もあるんですけれども、そうではなくて、もう2つに簡単にこう2つに折る方法ですね。こんな風にして折って仕上げていきます。なんかいろいろあって、この縫い始めこうやってね2つに折ってこうやって折って縫うという方法もあるんですよ。ただそうするとね、非常にここ縫うところ硬くなるので、今回は簡単にしますので、こう2つ折りにしたままで7ミリで縫っていきます。針はですね、左側にします。この針を移動する基準っていうのは、この金具がありますよね。この金具に押さえが乗らないところに針が来るっていう風にするんですよ。で、7ミリで縫っていきます。これラミネートの生地なので1枚で作ります。縫い始めの位置は最初にこの三角のこの折ったところ、このところに針を刺します。ここが一番難しいんですよ、ファスナーで本当に。で、まずこう針刺して、今クリップ外したところです。そうするとこのペラペラってしてるところが収まってます。今ね、押さえた針でね。で、ここで2目ぐらい前に進めていきます。で、上糸ねちょっと引っ張りますよ。じゃあ3目ぐらいいきますね。そうすると今押さえを上げてもめくれてこなくなりますよね。この部分、今もう何もクリップとか留めてなくてもこのぐらいになるように縫っていくような感じです。こう爪の先とかでこの金具のところギュッと押さえとくんですよ。で、押さえて返し縫いします。ここね目打ち使えないですからね。で、返し縫いしていきます。はい。で、これで今針が最後の端のところまで落ちたところになります。そうしたら今度は手でねプーリーを回してみてください。手でプーリーを回すか、針の上げ上下のマークがあると思うんですけど、これで上に1回上げて1回下げるという風にやると、ここにまたファスナーのところに戻りますので、ファスナーって筋が2本あるんですよ。ここのこういうちょっと薄いこの境目分かります？この境目のところ、ここがねだいたい5ミリです。で、その隣にあるこうちょっとヘリンボーンみたいにこうなってるところにもう1本薄い線があるんですよ。ここが7ミリの線になってます。この位置が分かりにくい時はなんかちょん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 って自然に消えるペンとかで印をつけておくといいですよ。はい。で、そこをまず縫っていきますね。はい。そうするとね、もうずーっと先に進めます。で、途中まで来るとまたここのね、この部分ですよ。この部分ね、盛り上がってるところに来ちゃいますよね。そうするとこのまま縫っていくとどうしても縫う時ブレますので、ここからまた押さえを上げた状態でこのアジャスターを締めてあげます。そしたら押さえを下げると、この自分が縫うところが常に平らになってる状態にしていくっていうのが基準になります。で、ファスナーの終わりのところですね、ここはじゃあ折らないのかなっていう風になるんですけど、これはですね、仕上げのこのポーチのところがここがね平らになってます。そのまままっすぐに縫えるように平らにしているので、ここは折らずにまっすぐに縫っていきます。で、返し縫いをします。例えばね、こういう平らなポーチとかになってくると、この
お尻のところをきれいに決めたい場合は折り込んだりとかしてます。そしたら際を縫っていきますね。際を縫うのにこうめくって、でここの部分ですね、しっかりと倒します。でこれコロコロオープナーとか、あと指でしっかり下ろせば大丈夫です。この縫い代しっかり下ろしておくと仕上がりがねだいぶ変わってきますので、はい、そしたら際を縫っていきますよ今度。で際を縫う時はですね、このまんま押さえをこのままやるとどうです？金具の上に押さえが乗ってしまいますよね。なのでこういう風になった時に押さえの位置を変えて針を右側にずらします。針がずれるんじゃなくて押さえを変えていくっていう感じですね。はい、押さえの位置を変えます。そうすると今度は押さえがこう左側に来てるので、こう布のところに押さえが締まりますよね。こういう感じになります。はい、そしたら今度は1センチだとねちょっと長すぎるかもしれないので、7、8ミリぐらい先に針を下ろします。これちょっとねめくれやすいので1回上げて、もっと綺麗にする場合はね目打ちとかでここ1回確認しておくんですよ。ひっくり返ること多いですよね。そしたら返し縫いから今度は縫っていきます。で上糸ねちょっと引っ張って返し縫いします。はい、そしたらまた前に進んでいきます。でこのままねアジャスターをこう動かさなくても、これは進めちゃう押さえなんですけど、あえてこうアジャスターをちょっと動かしますね。必ずこう手前が平らになった状態にして縫っていきます。そしたらまた、アジャスターがいますので、これをアジャスターを押さえを上げてもう一度閉じて平らにします。で縫ってるのはですね、際はねだいたい 1.5 ミリを目指して縫っております。あんまり離れるよりは、際によって、縫う方がいいですね。で最後返し縫いします。で今度難しいのは反対側の際を縫うところなんですけど、ちょっとね見えにくくなってきますけどね。で今度反対側はピタッと、ここで揃えますね。でいつもはここに合い印とか入れてここ三角ってやるんですけど、これラミネートの場合は1枚になるので、どうしてもねこの内側が丸見えになっちゃいますよね。なので印をつけなくてもいい場合はできるだけつけない方が仕上がり的には綺麗かなというふうに思います。で2本目縫う時はまたですねここの部分を縫っていきますので、この押さえの位置を変えていきます。針を左側に、押さえを右側に移します。はい、そして同じように7ミリを縫っていきます。縫う位置は先ほどと同じ部分ですね。はい、じゃあ返し縫いからスタートしてで前に進んで縫っていきます。そしたらまたこのアジャスターがありますよね。そのアジャスターをまた動かします。同じような感じのことを繰り返すんですね。ファスナーね苦手な方こそねこのラミネートで練習されるといいですよ。たくさん作れば作るほどコツがねつかめますからね。家庭用ミシンで縫えますからラミネート。はい、じゃあまっすぐ縫っていきましょう。です。あ、間違えちゃった。私平らで縫っちゃった。ちょっと待って。じゃあ平らで縫っちゃった時の方法をまた教えますね。間違えて平らに、縫い終えてしまいましたので、ここで、急遽こういう風にやる場合ですね、ほどかなくていいのでこのままこれをこうやって倒してみてください。このままこうやって倒してもう一回縫うっていうだけの話なんですけど、これはね際を縫った後はできなくなりますので、間違えちゃったっていう時は今の時点でやってみてくださいね。私もこういうことがありますので、今応用で縫い足してこんな感じになってます。ちょっと浅いですけど、めくった時に均等になってればいいかなっていうふうに思いますので、ちょっと意識して際ステッチ入れてみようと思います。ここの際がですね狭くなればなるほどすごくね縫いにくくなるので、まず、ファスナーの押さえを、右側で左にずらして針を右側にしておきます。で先ほどと同じように一回表にして際のところですねしっかりと倒しておきますね。はい、そうしたら今度はこのファスナーエンドの方から秋口の方に向かって縫っていきます。
そう、これがね一番難しくって、でここの幅が狭くなればなるほどやりにくくなるんですけど、トンネルを作ります。まずねこんな感じで自分が縫いやすいようにこういうトンネルを作るんですよ。今ちょっと逆バージョンでやってますけど、カメラに向けてねこういう風に作ってみてください。こうやってでそこからこう縫っていくというような感じになります。で縫い始めのところですね、返し縫いちょっと難しいんですけど、ここからやっていきます。はい、さあ返し縫いして、ここはねちょっと手が忙しくなる場所ですね。はい、で、布はまっすぐにしていかなきゃいけないので、これちっちゃいんですけどこうやってやって、であとアジャスタの玉がこう針のところに来ないようにしっかりこう手も頭も使いまっすぐ縫っていかなきゃいけないっていうね、結構ハードな忙しい感じになります。でちょっと最初のここのところを乗り越えてしまえば、あとはまっすぐ縫うだけなので綺麗に縫っていくことができます。なので縫い始めだけですねちょっと気をつけながら。こんな感じで際がね縫い終えたところになります。でこのまま平らに仕上げると先ほどと同じようなこうねポーチができるというような形になってます。そうしたら今度はループを作っていきます。これを4つ折りにしていきます。まず2つ折りにして、本体の布のサイズはですね、縦が15センチ、横が16センチです。12センチのファスナーに合わせてます。こんな感じで4つ折りですね。できたところです。はい、これを縫っていきます。これね、長さはね、大体でいいですよ。好きな長さで。後で短くもできるから。で、よく教室とかでオンライン講座とかでもやるんですけど、ぴったりのサイズにするとどうしてもこの縫い始めと縫い終わりのところがぐしゃぐしゃってなっちゃうんで、ちょっとね長めに用意するんですよ。で縫い始めのところを切り落としてしまえば綺麗な状態になりますので、こんな感じでもしねこのまま長いもので使うのにぴったり切っちゃったっていう場合は、歯切れとかをこういう風にね、歯切れ何でもいいんですよ。別に同じ生地じゃなくてもいいんですけど、できるだけね同じ厚みに合わせて用意されるといいですよ。こんな感じにして、まずこれをですね試し縫いのようにして縫うんですね。これをダダダダってまず縫いますよね。はい、で縫ったところにつなげてこの際を縫っていくっていう風にするとですね、重さじゃない、厚みが均等になって進めることができるので、この方法も試してみてください。もしねどうしてもやりにくいなっていう時は、はい、でここで返し縫いしてっていう感じで、本体の方を縫っていきます。こういうのねやらなくても縫えちゃうんですけどね、もし引っかかってやりにくいとか、縫い始め綺麗にしたいっていう場合はこの方法を試してみてください。でここで上に上げて U ターンしていきます。これね一筆書きのように縫っていく方がね糸が無駄にならないので、ぜひおすすめです。縫い終わりは返し縫いして糸を切ります。だいたいこの糸の縫い終わりっていうのはそんなにぐしゃぐしゃってなることないので、縫い始めだけが気になると思うんですよ。なので縫い終わりのところはやらなくて大丈夫です。で最初の部分ねカットしておけば、縫い始めも非常に綺麗な状態で、どっちだっけ、こっちか、綺麗な感じで仕上げることができますので、是非ね試してみてくださいね、この方法も。そしたらですね、早速もう本体の方仕上げていこうと思います。まずですね裏にします。これを裏にします。で裏にしたらですね合い印を入れていきます。合い印の入れ方はここの縫い合わせのとこですね、この部分大事になってきます。ここピタッと揃えましょう。で揃えたらここの反対側のこの輪になったところ、ここが本体の中央になってきます。これで言うとここのね今ここの部分の合い印入れようとしています。で V の合い印を入れていきます。1本の線だとね見にくくなっちゃうんで、こうピタッとこう揃えて V を作ります。V ができます。
でファスナーのこの端のところを今つけた合印のところにピタッと揃えていきます。ここがファスナーの中央でクリップで留めます。こういう風になりますね。こんな風になんか見たことあるような感じのポーチだと思うんですが、このまま今度は端から 7mm を縫っていくという風な感じです。1枚の生地で作るので、なんか1センチなくても大丈夫かなって思います。このラミネートはねほつれてきたりとかもしないので 7mm で縫います。じゃあ1センチ先に針を下ろして返し縫いします。はい、では前に進めて、でこのファスナーのところは返し縫いします。ここ開きやすいですからね、開きやすいのでここしっかり返し縫いして前に進んで縫っていきます。縫えたところになります。7mm で縫ってます。で先ほどのこのループがこんな感じですね。この本体と同じ長さで仕上げてます。これは長さはね好みでちょっとしかつけなくていいなっていう方は5センチぐらいでいいかなと思いますけど、はい、でこんな風にしてで出来上がったところで今度は今もうこういう風に平らにしてるから分かると思うんですが、こっちはね上をこういう風にピタッと揃えるんですよ。このファスナーのところここを揃えていきます。縦に揃える。ループを2つ折りにしてどこにつけるかというとですね、厚みをどうしても減らしたいのでこのファスナーをつけた時の縫い代がありますね。この縫い代からずれたところ、ちょうど段になるところですね。このラミネートが1枚になったところに仮止めをします。ちょうどだから 7mm 下ぐらいですかね。端からね 5mm ぐらいでピタッと揃えていきます。で仮止めなんですけれどもしっかりと返しにして留めておきます。縫い終えたのがこんな感じですね。そしたら今度はもう1本縫ってもう仕上がりますんで、今度ここは上から縫っていこうと思います。でその時にここの上のところねしっかり揃えて縫っていきますよ。じゃあ 7mm を縫います。でこの縫う時にねここずれやすいところは待ち針の代わりだと思ってください。このミシンの針が一回そのずれやすいところに針を止めちゃうとこう動かしてもその位置で決まってくれます。なので一回こうひっくり返して自分の方に手前にしてここの脇がずれてないかなっていうのを見てから大丈夫であればそのまま縫っていきます。返し縫いするのが難しかったらこの状態にして前に進めることもできます。ただし縫い代は 7mm にしてください。1センチにするとこの押さえのところに金具のところ乗っちゃいますので気をつけてくださいね。これちょっと反対から縫っていきますよ。7mm のところを縫っていきます。はい、で落ちたら返し縫いしてでもう一回ひっくり返して自分の手前に向けていきます。で押さえをもう一回下げますね。そしたらここのテープのところですね、テープループのところは返し縫いをしっかりしましょう。はい、じゃあこれで表にしていきます。で表にしていく時のポイントとしてこの角のところありますね。この角の出すところですね。ここのところをよくこの角ハサミでずっと切っちゃう方いらっしゃると思うんですけど、こういうねラミネートの1枚の生地で作る時とか、あとこういうあんまりそんなに干渉しないでゴワゴワしない時はあんまりね切らない方がいいと思います。切らずに仕上げていくと角がね丸っこくなんなくって綺麗にまっすぐに仕上がっていきますので、例えばねこのポーチとかもそうなんですけど角はね何も切ってないんですよ。これは薄い生地だから切らなくていいかなと思って干渉しててもそのままにしてるので、でも角は綺麗になってます。これ切っちゃうとね結構丸っこくなっちゃうからねあんまり私切らないんですけど、でまずここからじゃあ出していきましょう。で角はしっかり一回自分、手前でもいいです、奥でもいいです、やりやすい方にまず折ります。この縫い目に沿って折ります。折ってしっかり角を出しましょう。この状態で。そうしたらここだけで角を出していくんです。ガーって一気に出すんじゃなくても角だけを出していく。で一回こう沈めますよね角。そうしたら目打ちでこの状態の時に目打ちでしっかりと角を整えておくんです。
こんな風にちょっと細かいんですけど作業が、これを今3箇所角があるので、これを全部3箇所やっていきます。これね、こういう風にやる方が断然的に綺麗ですよ。一度に出さずにこれをちょっとずつやる。手間がねちょっとかかりますけど、もうちょっとほんのちょっとのひと手間なので是非やってみてくださいね。で反対側、最後の角ですね。これもちょっとだけ出して、でこんな感じなんですよ。表に返す前ってだいたいコースターとかもそうなんですけど、こういう風にやってからヒュッと表にするとですね、どんだけ角が綺麗かっていうのが分かります。もうここの時点で角がもうパツッと綺麗に出てくるんですよ。何にも切ったりとかしなくて大丈夫なんですよ。ほら、ここも綺麗でしょ。こんな風にして仕上げております。はい、ぎゅーっと締めればもう完成です。早いでしょう。ここは今回はループにしたんですけれども、例えばちょっと短いタブとかにしてこういう風にキーリングつけてあげたりとかすると、バッグのねアクセサリー的にも使えますので、量産して楽しんでいただけたらと思います。早いね、あっという間にできちゃいましたね。可愛くないですか？意外となんかこういう形ってあんまりなんかどういう何に使うのっていう感じではあるんですけど、でこれはミシンの、例えばミシン周りのこういう私はねこれ本の企画で作った手縫いとミシンで作ったミニチュアの小物なんですけど、これによく私はクリップを入れてるんですけどね、こういうのに今回作ったようなクリップとかをこう入れてあげたりとかすると、こうなんか安定感もあるし、お裁縫ポーチとかに入れて、はい、楽しんでいただけるかなっていうふうに思います。なんかこれとかねちょっとおまけ程度ですけど、まああってもいいかなっていう感じはしますね。このねマリメッコの生地ねキットにしようと思ったんですけど、意外とね柔らかいのとちょっとこの作品には向かないなと思ったので、これはちょっとボツになりそうな感じです。ラミネートで作るのがおすすめです。これははい、もう少し長く作ってペンケースとして使ってます。意外と使いやすいです。あ、そう、私作ったことあるんですよ昔。で長くしてね20センチのファスナーで、はい、作ったことあるんですけど、それでもねなんかいまいち私はね使い勝手があんまりよろしくなくてですね、まあ、持ってたんだけどね、でもなんかこうもっとちっちゃくなったりとかリップ入れたりとかしてもいいですよね。これ布だからこうクタ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 するんですよ。わかります？これ薄い生地、ラミネートではないっぽいですけど、でもちょっとねナイロンかかってるような感じでシャリシャリした生地なんですけどね、これやっぱりねちょっとグラグラするんですよ。なので1枚で作るんだったらやっぱりこういうラミネートがおすすめです。で今回ねサイズ紹介してますけど、多少ねサイズが変わっても同じように作ることができますので、是非ですね皆様余り布とかたくさんあると思いますので、組み合わせてね作ってみるといいですよ。でラミネート結構苦手な方多いんですよね。なので私はラミネートどんどん押していきますからね、なんか楽しいことがまたね始まりそうな感じなんでね私はどんどんラミネートをしていきたいと思います。次回もライブ中にミシンのあれこれ聞きたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。次回はねテーマ何にするかわかんないけど、聞きたいこととかがあれば、準備しておいていただけると嬉しいです。コメントとかに入れといてくれればそれに対してちょっとお答えしようかなっていうふうに思いますので、材料とかね準備するものとか分かりにくい時、はい、ぜひぜひご質問ください。はい、では、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。